こんにちは、もしおです。今回は発売されたばかりの Amazon の低価格タブレット Fire 7をご紹介します。2022年6月29日発売の第12世代の Fire 7ですね。価格は通常価格で6980円ですので、セールの時は相当安くなるのではないでしょうか。今回の動画ではこの第12世代の Fire 7を開封して概要やファーストインプレッションをお伝えした後、レトロゲームのエミュレーターでプレイステーションなどのゲームを動かしてみたり、 Google プレイが導入できるのかどうか確認していきます。最初にざっとスペックをご紹介させていただきます。ディスプレイは解像度 1024×600 の7インチで IPS 液晶となっています。モデルチェンジで HD になるかと思われましたが、解像度は従来通りでした。 CPU は 2.0GHz のクワッドコアで全世代機から最大 30% 高速化となっています。前のモデルは3年前ですので、最大 30% の高速化はやや物足りない印象がありますが、この辺りも後ほどベンチマークなどで確認していきます。搭載メモリは 2GB になりました。前モデルが 1GB でしたので大きく改善されました。スペックの数値だけ見てしまうとエントリーモデルのスマホにも劣る内容ですが、あくまで Amazon コンテンツを楽しむために設計されたタブレットです。主に書籍と動画の閲覧、ネットサーフィン、そして Alexa を利用した連携ですね。これらに関しては低スペックでも快適に使える設計になっていますし、 Amazon コンテンツに関しては一般的な Android 端末よりも使い勝手が良いところもあるかもしれません。スペックの数値だけ見て切り捨ててしまうのはもったいないと思います。ただ残念ながら Google プレイには対応していません。アプリの入手は Amazon 独自のアプリストアのみとなっていて、入手できるアプリも限られています。このあたりは大人の事情とスマホよりもスペックが低いことも関係していると思いますが、今回は試験的に発売されたばかりの第12世代の Fire 7に Google プレイを導入してみます。発売されたばかりの低価格タブレットがどの程度使えるものなのか、ゲーム機としてどの程度楽しめるものなのか見ていきたいと思いますので、ぜひお付き合いいただければと思います。それでは第12世代の Fire 7タブレット開封していきます。以前の Fire タブレットのパッケージは三角形のような形状になっていましたが、少し前から普通の四角い箱になりましたね。面白みはありませんが、精密機器なので梱包の安全性や保管など見た目以外の利便性を考えると当然かもしれません。価格は前回の Fire 7が5980円でしたので1000円上がってしまいましたが、搭載メモリが 2GB になっていますので妥当なところでしょうか。本体の形状も上下のベゼルが狭くなり、 USB 端子もようやくマイクロ USB から Type-C になりました。全体的に上位モデルの Fire HD8 の仕様に近づいた感じです。残念ながら液晶の解像度だけは 1024×600 のままでした。 1280×800 になって Fire 7HD となるのではと予想された方もいらっしゃると思いますが、現状維持でしたね。ただ 1280×800 にしてしまうとおそらく価格は上がってしまうと思いますし、価格的にも内容的にも Fire HD8 と似通ってしまい競合してしまう恐れもあると思います。今時 1024×600 と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実用上は大きな問題がないだけに Fire HD8 との住み分けという点では妥当なところかもしれませんね。箱の中身はこんな感じになっていました。それでは個別に内容物を見ていきます。まずは説明書冊子ですね。使い方が簡単にまとめられています。保証期間は1年間のようです。販売ページにも Fire 7は1年間と書かれていますが、 Fire HD8 は90日間だったりします。 Fire HD10 は1年間です。保証期間が統一されていないのは少し不自然ですよね。こちらは付属の USB ケーブルです。前モデルはマイクロ USB でしたが、今回から Type-C になりました。ようやくという感じですね。やっと現行のスマホと共通になりました。AC アダプターも付属しています。
ただこちらは 5V1A となっていますので本当に最低限なものですね。スペック的には古いスマホのものと変わりませんので充電には時間がかかりそうです。そして Fire 7本体ですね。片手で持つことができるとても良いサイズ感だと思います。上下のベゼルが狭くなり従来モデルと比べるとかなりコンパクトになった印象を受けます。フロントカメラは横向きを想定した位置となりましたのでここではこの状態を基本として見ていきます。最初は左側面です。こちら側には何もありませんね。右側面です。上から電源スイッチ、ボリュームボタン、マイク、USB Type-C、イヤホンジャックとなっています。電源とボリュームの位置が Fire HD8 とは逆になっています。上側面です。スピーカーが搭載されていますがモノラルですね。ちなみに Fire HD8 にはステレオスピーカーが搭載されていました。下側にはマイクロ SD カード用のスロットがあります。マイクロ SD カードによって追加されるストレージは用途に制限があったりしますがこの価格帯のタブレットでもちゃんと拡張できるのは良いですよね。裏側はこんな感じ。 Amazon のロゴも横向きが基本となりました。それでは電源を入れてみます。言語設定や無線の設定は省略させていただきます。無事起動しました。ホーム画面自体は特に変わっていないようですね。 Fire HD8 との比較です。たった1インチの違いですが意外と大きさに差があるように感じますね。重ねるとこんな感じです。 Fire HD8 もギリギリ片手で持てるサイズだけにこれから購入する方は迷ってしまうかもしれませんね。次に視野角のチェックです。 IPS 液晶ということで角度が変わっても極端に色が変わったりギラギラすることはありません。価格を考えるととても優秀だと思います。ストレージの初期状態はこんな感じです。本体の 16GB は最低限という感じですね。ここでは追加で 16GB のマイクロ SD カードも入れてあります。 OS は FireOS の 8.3 が搭載されていました。 Android 11ベースの 8K になったのはこの Fire 7が初だと思います。 Fire HD8 や10は 7K でした。ホーム画面のおすすめや待ち受け画面の広告表示は設定を開いてアプリと通知の中にある Amazon アプリケーションの設定で消すことができます。邪魔だと思いますので最初に設定しておくと良いと思います。それではブラウザーを起動してみます。ブラウザーはシルクですね。起動はややもっさりしている気もしますが起動してしまえばウェブサイトの閲覧自体は問題ないように感じました。YouTube に関しては公式で Fire タブレットは YouTube アプリをサポートしておりません。 YouTube はシルクブラウザーでお楽しみいただけますと書かれています。公式アプリがないのは残念ですが動画自体は問題なく視聴することができました。この動画では便宜上 Fire TV として進めさせていただきます。この第3世代の Fire TV は2020年 Kindle アプリで漫画を表示させるとこんな感じです。スマホの画面が大きくなったとはいえやはりタブレットの方が閲覧しやすいサイズだと思います。本体も片手で持てる大きさなので漫画を読むにはぴったりの端末かもしれませんね。固定画面の参考書解説本を表示させるとこんな感じです。文字が小さすぎて読むことができません。固定画面の書籍は iPad か Fire HD10 がおすすめです。次はプライムビデオ。個人的には映画や海外ドラマを
小さな画面で見ることはないのですが、最近はこういった端末で見る方も増えてきているようですね。スピーカーはモノラルですが、問題なく視聴することができました。大いなる力、そんなのを持つとな、クズになっちまう。我々に任せろ。次はゲームです。スペック的に処理速度は速くないので、最新のスマホのゲームはあまり期待しない方が良いかもしれませんね。そもそも Amazon のアプリストアで入手できるゲームも限られていますので、ゲーム目的で購入される方はそのゲームが Amazon のアプリストアにあるのかどうか事前に調べた方が良いと思います。画面でプレイしているのはアウトラン風のドライブゲームですね。10年近く前の有料ゲームで、現在の価格は85円でした。次に Amazon のアプリストアにあるレトロアーチというレトロゲームのエミュレーターアプリを使ってプレイステーションなどのゲームをプレイしてみます。レトロアーチの設定方法やレトロゲームをファイル化する方法などは過去の動画で詳しく説明していますので、導入方法や設定方法がわからない方は概要欄に URL を記載しておきます。必ずそちらの動画を確認するようにしてください。当チャンネルのエミュレーターに対する考え方、姿勢も合わせてそちらでご説明させていただいておりますので、ここでは実行結果だけをお伝えします。コントローラーは Bluetooth のものがペアリングされた状態になっています。最初はプレイステーションのゲームから。撮影しているカメラのモニタ越しに操作していますので、プレイは適当です。初代プレイステーションゲームは十分な速度が出ているようで、普通にプレイすることができました。Star Gladiator. 速さ。Ready, fight!
てめえじゃ役不足だよ。次はスーパーファミコンです。プレイステーションのゲームが動くくらいなので、スーパーファミコンのゲームも問題なく動作します。次はメガドライブのスーパー 32X でバーチャレーシングです。バーチャレーシングは任天堂スイッチ版に慣れてしまうと 32X 版でさえ解像度が低く感じてしまいますので、メガドライブミニ2に収録されるメガドライブ版は今プレイすると厳しいかもしれませんね。同じくスーパー 32X のバーチャファイターです。前回のファイヤー7でも問題なく動いた本作ですが、新しいファイヤー7ではなぜか処理落ちが発生してしまっています。何が原因になっているのか分かりませんが、これは少し意外でした。次は Google プレイの導入テストです。 Google プレイの導入は非公式、無保証、自己責任が前提となります。予期せぬ問題、大きな問題が発生する可能性もありますので、あくまでテストという位置づけで進めていきます。今回の Fire 7から FireOS のバージョンが Android 11ベースの8となりました。そこでポイントとなるのは、従来の導入方法がそのまま通用するのかという点ですね。ここでは導入の詳細を解説したりサポートすることはいたしません。流れと結果だけ見ていきます。 Fire タブレットへ Google プレイを導入する方法は解説サイトが多数ありますので、そちらをご参照ください。あくまで非公式、
無保証、自己責任である点だけは覚えておいてください。一通りの作業が完了したところで再起動します。短時間の検証ですが、ざっと見たところ従来の Fire タブレットと同じように動いているように見えます。Amazon 関連のアプリは Google プレイ上の自動更新をオフにしておいた方が安心ですね。Google 系のアプリも Gmail、Google マップ、YouTube などいくつか試してみましたが、今のところ問題なく動いているようです。Google Chrome も問題ないようですね。最後にベンチマークです。これまでに3モデルの Fire タブレットをレビューしてきましたが、それらでも性能を測定したベンチマーク、Geekbench 5です。測定には思ったより時間がかかりました。測定結果は次の通りです。シングルコアのスコアが159、マルチコアのスコアが532となりました。前回の Fire 7がシングルコアが101、マルチコアが197だったので、処理速度が2倍程度向上したことになります。マルチコアのスコアは Fire HD8 が454、Fire HD10 が1142でしたので、この新しい Fire 7は現行の Fire HD8 と同程度か少し良い程度の処理速度と考えることができますね。同時に Fire HD8 から乗り換えるほどの向上はないということにもなります。その他の項目もざっと流してきますので、興味がある方は一時停止して確認してみてください。いかがでしたでしょうか。おおむね事前情報通りという感じでしたね。要点を5つにまとめると次の通りです。1、メモリが 2GB になって実用的になった。2、処理速度は現行の Fire HD8 と同じくらいに向上した。3、ベゼルの上下が狭くなりコンパクトになった。4、USB が Type-C になり扱いやすくなった。5、非公式ながら Google プレイも導入できた。解像度の向上がなかった、価格が1000円上がった、エミュレーターで速度低下が見られるゲームがあったといったこともありましたが、標準価格が6980円であることを考えると十分満足できる内容だと感じました。正直なところそれほど期待していなかったのですが、前回の Fire 7と比較して上下のベゼルが狭くなり、上下左右均等なベゼル幅の7インチタブレットになったことが新鮮でスマートに感じました。 Fire HD8 もベゼル幅が上下左右ほぼ均等なので、このこと自体は新しいわけではありませんが、7インチというサイズで均等だとよりコンパクトに見えてちょっとかっこよく感じるんですよね。 Fire HD8 よりも片手で無理なく持てるサイズで、確実にスマホよりも画面サイズが大きいので、その辺に置いておいてちょっと使うには良いタブレットだと感じました。標準価格が6980円なので、セール時には4000円台でしょうか。セールによっては4000円を割ることがあるかもしれませんね。これからが楽しみなタブレットだと思いました。気軽に使えるタブレットが欲しい方は
スペックの数値だけで判断せず、ぜひじっくりとチェックしてみてください。それではまた。今回はもしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。